沢まさみです。本日はありがとうございます。映画楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。はい、黒沢です。本日はどうもありがとうございました。今日は映画を見終わった皆さんとの前でおしゃべりするということなので、大体舞台挨拶とかだと見る前の方が多いので言っちゃいけないことがいっぱいあってですね、なんか奥歯に物が挟まったような言い方になってたんですけど、今日はまあ何を言ってもいい、宇宙人って言ってもいいらしいのでちょっと安心して、やっとおしゃべりできるかなと思っています。よろしくお願いします。まあ、油断してると撮影がどんどん進んでって終わっちゃうような現場だったんで、監督早いんですよ。その、ペースに負けないようにお芝居を準備していかないというプレッシャーが日々あったっていう感じでしたね。黒沢監督の現場は一発本番らしいよっていうふうに言われて、はい、それを聞いていてよかったなってちょっと、撮影始まった初日に思いましたね。とにかく芝居はうまい方でした。うまいんだろうとは思ってたんですけど、その前の衣装合わせとか打ち合わせなどでは嫌がってんのかなっていうねはいとか煮え切らない、今でもなんか煮え切らない感じじゃないですか。この煮え切らなさがこの方の独特な個性なんだなっていうのはだんだん分かってきて、芝居となるともう一気に自分がやるべきこと、物語上何を望まれているかとかいうのは瞬時に理解してあっという間に素晴らしい演技に到達できるんですが、そうなる前はなんか「はい」とか「やってみます」とかなんかねこうやってくの嫌がってんのかなとかなんかね非常に不安な気分になるちょっとビクビクした現場ですね。だんだん分かってきたんで途中でこちらも楽になりましたけど、最初は結構怯えていました。そうですね、嫌がってないんですけど、でも昔からよく言われるんですよね、やる気がなさそうってあとなんか、怒ってるのとか、そうですね、あんまり自分のその時の感情を人に伝えるのが恥ずかしいタイプですね。自分のお芝居やってみた、そのテストでやってみたお芝居が生かされる場合もあれば、監督から指示いただくシーンもあるっていう感じだったんですけど、なんか理想の女性ではあるのかなというふうには思いますが、結局、夫婦っていう関係性、2人いたらどっちかが前でどっちかが後ろっていう構図がない限り、夫婦平等にうまくやっていくっていうものはないのかなとは思いました。結局同じだけ平等だからといって横に並んで進もうとすると、やっぱりなんかうまく進めなくなるものなのかなって思ったところが、その受け入れるっていうことに近いのかなって思ったんですかね。そんなに厳密に常に考えてるわけではないんですけど、やっぱり映画ってご覧になって分かるように非常にでかいですからね、スクリーン。しかもシネマスコープっていうと横に長くて、真ん中に俳優をの顔を捉えていたとしても両脇に随分空間があって、その奥をどうするかっていうのは結構知恵がいるといいますか。だから必ずこれを今撮っている。でもプラスアルファプラス何かが奥にちらっと見えているとか、それが見えてなくてもそれが来るかもしれない、それが入ってくるかもしれないドアが見えているとか、
その何か主体となるものと、それに何か気配とか付け加わるようなものをいつも画面のどこかに入れられたらいいなと思いながらは撮っていますけどね。いや何もVFX 的なことは何もしていません。ただ見てなんとなく皆さんお分かりになったかと思うんですけど、それ奪うよとか言ってこうなってくるとなんとなく薄暗くなってきて、なんとなくどっかからちっちゃな光がこうふっと差してくるような、光と影がそれまでのノーマルな状態とは少し違う、その派手ではないんですけどちょっと違った感じになるというのは撮影現場で実際に光照明の位置をその瞬間変えることによって作ったりはしていますけど、些細なことですね。今回はSF 侵略、宇宙人侵略 SF ですねっていうジャンルをかなり忠実にやりたいと思いました。ただですよ、これ言うとこういかにもそういうジャンルがあるように聞こえるんですけど、意外とね SF って状況設定はあるんですよ。宇宙人がやってきたとか未来都市とか宇宙船の中とか、日常と少し違う状況設定はいかにも SF っぽいものがいろいろ想定できるんですけど、その中で行われてるドラマってじゃあどんなのっていうと結構何でもあり、決まりはないラブストーリーもあればサスペンスもあるし、なんかコメディみたいなのもある、いろんなものがストーリーとしては実は確立していない、もっと言うと何でもありなのが SF だなというふうにやりながら分かってきました。だから今回はもう大きな設定は、ご覧になった通りですね。こんな変な宇宙人がやってきました、さあどうしましょうっていうその設定はもう揺るぎないんですが、冒頭から最後までそうなんですけど、その中で出てくる人たちはいろんな目に遭いながら喜怒哀楽さまざまな感情を見せて右往左往している。だからこれがこの何でもありな感じがSF で、だからみんなどこに向かって進んでんだろうと多分思いながらも、なんか安心して、多分ですけどね、わけのわからない映画とは思わず見てくれたのかなという気がしていますが、長谷川さんに僕ははっきり言ってないと思うんですよ。でただこれ分かりますよね、なんとなくって。分かります、それでそれ分かったのが何かって一言も言わずこの感じでパッと次飛んだらサングラスして出てきます。これなんとなく分かって、分かりました分かりました、じゃあそれでお願いしますで長谷川さんはこっちだなと解釈されたんでしょう。あえて解釈どっちっていうと、どっちかになるんでしょうけど、もうあそこまで行ったらもうどっちでもよくて、ひょっとするとですけど、それまでと全く違う2人が合体してしまったような特別な存在なのかもしれないし、もうそれぐらい2人の関係は急速に縮まっていったという感じで見てもらえれば、もうそれが一番いいなと思って、つまりどちらとももうあえて決めない、長谷川さんの解釈ならそれで全然結構ですという感じだったです。2回やったのは覚えてます。でどっちを使っどちらもよくてというか、どちらもいいところがあるんですけど、よほど途中というのは編集の時に2つとも良いんで、いいところだけを使う、つまりせっかくワンカットで撮ったけど、ちょっとブツブツっと切ってですね、あえて編集して2つのテイクのいいところだけをつないでみようかなというよこしまな考えも起きたんですが、いやいやこれはやっぱりワンカットが狙いだから涙を飲んでどちらかを捨てようっていう決断をしたと思います。僕は割と新しい技術は一度使ってみたいと思う方なんですね。でそのカメラは割と普及し始めているようですけども、本当に小さいものでコンピューター制御で必ず
どんなに振り回しても必ずきれいに、動くというものですね。そのカメラを使って人間を追いかけると本当ゲームみたいな感じになるなというのを見たものですから、何にせよ使ってみたいということで、使ったんですが、とても面白いものでした。ただ今言いましたようにどうにでも追いかけられちゃうものですから、撮ってる時は結構自由自在でこれはいいと思うんですけど、映したくないものもどんどん映っちゃうんですね。逃げ惑うスタッフとか映ってるわけですよ、ね。あ、カメラこっち見てるとか言ってやばい逃げろとかです。それはみんな後で消したり、して結構なんていうんですかね、自由だけども覚悟して使わないと難しいものだなというのは経験して分かりました。こういった作品と自分がこの作品に本当に出れてよかったなと思える作品と、今のこの自分の年齢で出会えたことに本当に幸運だったなと本当に思ってます。とってもいい映画だと思うのでたくさんの方に見ていただきたいですし、長く愛される映画になったらなと思ってます。今日は映画館の方まで来ていただきましてありがとうございました。もうご覧になってお分かりのように、長澤さんが演じた役は、愛というものがほとんど失われつつあるところからスタートして、それを最後にはその愛を掴んだと同時に、手放すという本当に、難しい、かつその途方もない、幅のある役柄でした。それを完璧に演じていただいて、もう僕は本当に長澤さんのこの一番最後のこの映画の最後の顔ですね、それを一番大事なものを手放してしまった表情、この表情を撮れただけでもこの映画を作った甲斐があったと思っています。皆さんもどういう言葉でそれを人に伝えるか難しいとは思うんですけども、この映画のことを皆さんなりの言葉で他の方に伝えていただけたらなと思います。どうかよろしくお願いします。